こんにちは。今日はホームベーカリーで作るっていうことで、フランスパンっぽい感じのねパンを作っていきたいんですけど、割とそれっぽくできるのでいいと思いますちょっと見といてくださいで、材料はね、お砂糖もバターも入れるし、粉もね、もう今日は強力粉でいきます。純強力粉とかあるとやっぱり美味しいかなと思うんですけど、なかなかお家にねないので、今日は強力粉でやっていくんですけど、このホームベーカリーで作る時に、春よ来い、このスーパーに売ってるやつねと多めのお水、この組み合わせで生地作るとね、すっごい美味しくて、そう、このしっとりもっちりって書いてある通り、本当にこの通りになるので、すごいおすすめです。やってまいりましょう。今日はね、ちょっと珍しくお水の温度を測ってみたんですけど、だいたい30度から39度ぐらい結構幅あるけどねまあだいたいこれぐらいのなんか人肌というかね、ぬるま湯でやっていきますね。で、ホームベーカリーで作るときに、このままパンを焼くとき、食パンとかねは冷水で作ってて、なんかホームベーカリーで温度が上がりやすいっていうのを聞いて、過発酵になりやすいっていうのを聞いてから、ちょっとやってみて美味しいなと思うから冷水でやってます。で、生地作りをするときはぬるま湯で、今日は生地を途中で取り出すんですけど、なのでぬるま湯でやっていますが、今すっごいいろいろ言ったけど、結局ね、どんな風にしてもうまくいくっていうのがホームベーカリーやから今の話何やったんでだいたいうまくいくのがホームベーカリーなんでまあ気分で、やってもろて、で今砂糖とイースト混ぜてるんですけど、これも別にどっちでもいいですね混ぜた方が、私はなんかね、この前すごいうまくいったから、もうそれ以来ね混ぜるようにしてるんだけど、別に材料全部放り込む時にね、この段階でねお砂糖とイースト入れてもいいかなと思いますね。じゃあ材料をどんどこ入れていきまして、でバター、これはね、私最初に入れちゃう派ですね。気になる方はグルテンの形成を邪魔するっていう話ですから、途中で入れたりとか、してもいいと思いますね。で、今日は一次発酵するところまで生地コースで生地を作りました。だいたい60分ぐらいですかね。で、取り出していくんですけど、今日はちょっとねベタつくので、そしてこれから広げていきたいので、粉を広めにかけて、でこっちにもね、もう粉っていう感じでかけまして、でゆっくり取り出していきます。いいですね。でもったいないので、残ってたやつも取りまして、でこっからね広げていくんですけど、イメージこんな感じで折りたたむっていう風にしたいんですね。でこのね縦方向はもう今この自然の状態のままで、今日はね横にとにかくいける限り横に広げる感じでいってみようかなと思いますね。でこの上のところはもう触ったらベタベタでえらいことになるんで、触らないようにして、このね真ん中から、端っこだけ伸ばすと端っこだけ伸びていくからね、当たり前ですけど真ん中からねいく感じですね。で長さ書いてますけど、目安ですね。全然もう長さとかどうでもよくて、とにかく横に大きくしていくって感じですねちょっとね気になるけどねでチーズを入れていきたいんですけど、チーズ冷凍してますか皆さん。
私ね結構冷凍してることが多くて、そのまま冷凍したまま入れちゃうとこの生地の温度が下がるのかなかなかうまく発酵できないっていうことが何回かあって、なのでちょっとねこの常温に戻すというか、ひんやりしない程度にしておいた方がいいかなって。今言わんといてって今言われても遅いけどしといてください。でこの固まるやんチーズって、これね片栗粉まぶすとなんていうの、固まらないでずっとサラサラの状態で使えますよってコストコの紹介してる人が言ってたけど、商品をね、私この綿棒で叩き割って使ってますね。で今日は三つ折りにしたいのでこんな感じで、2段階でちょっと入れましたけど、好きなように入れて、で畳んでいく。でですね、分割をしたいのでだいたいこれぐらいの大きさ目安ですかね、に綿棒とかじゃなくても全然手でビヨンビヨン伸びていくので、だいたいこんな感じにしました。で今日はね6等分にしました。分量が食パン1斤分ぐらいなんですね。こんな 250g ぐらいで作ってて、で6枚切り1枚になるかなと思ってなんかさ東京で8枚切りを2枚食べるっていう噂を聞いてたのよ、食パンね。だけど今東京に住んでんねんけど8枚切りなんて売ってないけどねあれ嘘やったんかな6枚切りがやっぱり多いですね、で天板を用意しといてください。でもともと関西に住んでたからさ、関西に住んでた時も6枚切りがでも多かったけど5枚切りもやっぱり結構並んでたよね。でねじっていきます話を1個に集中してってねじっていきます。 4,5 回ぐらいですかねねじりましたけど、大きさとかねにもよると思うので好きなだけねじって、でキャンバス地っていうんですかね、フランスパンとか作る時に水分もいい感じに取ってくれて形も整える布があればいいんですけど持ってないので、ちょっと代わりオーブンシートで蛇腹にして、形だけでもね整えれたらなっていうのでやっていきますね。ね、ぎゅうぎゅう天板も小さいからぎゅうぎゅうなんですけど、まあいいでしょう。こんな感じにできましたらまた置いていきますね。だいたい40分ぐらいですかね待ちました。でちょっとね高めの温度で、うちの限界ですね、250度で予熱しておきます。でちょっとね天板狭いんですけどなるべく広げていく、横長のね広い天板があるといいですね。もっと広々焼いた方がいいんでしょうけど、で皮が固めの方がよりフランスパンっぽい感じが好きな人は霧吹きで、私はね結構柔らかめが好きなのでもうこのまま焼きます。で粉をした方がおしゃれだと思うんですけどね、なんかいいかなっていう気持ちもして何がっていやなんか気分的にいいかなって思ったのでそのまま焼きましたということで完成しました。いいですね。ね、フランスパンっぽい感じすごい出てるやんねえ。でそうこの中身もね今日チーズを中に入れてるからねさらにもっちりしてすっごいねいいんですよね。いただきます。
美味しい。もうなんかね、すぐ美味しい食べてすぐ美味しい感じですね。この形が結構ね食べやすいので、朝ごはんとかにねすごいいいなって思いますね。はい、ということで今日はこの辺にしておきましょうか。皆さんお付き合い本当にありがとうございました。お相手はおなおドーナツでございました。また見てね。バイバーイ。